こんにちは、ネイリストの中山千恵子です。今回はサロンワーク動画です。今回も最近いつも前編後編に分けてるんですけど、分けていきます。まずはこのごってごてにパーツが乗りました。こちらのネイルをオフしていきます。まず先端はいつも通り短くしていきます。大きいストーンが乗っているとマシンで先端一気にギュッて削れないこと多いんですけど、ちっちゃいストーンの場合はストーンがねポンポンって跳ねていってくれるので、意外とマシンで先端短くできます。大きいパーツのところは上からマシンで削っていくことはできないので、パーツと下の爪の部分の境目の段差の部分をコーティングしているジェルをマシンのビットの角を使って削っていきます。こんな感じでマシンで先端削っていくと、小さいストーンはね、地爪と一緒にポンって飛んでいきます。そしてマシン使っているとね、これよくあるトラブルなんです。圧をかけすぎるとビットが止まってしまいます。そういう場合はもう一度オンオフスイッチを押すと元のように回り出すので、焦らず一度オンオフをしてみてください。ちょっと取ります。それでは一度ここで大きいストーンを取っていきます。痛かったらいき言ってくださ。ないりギュッと取ってしまうととってもお客様地爪が痛いです。なので先ほど削ったストーンとジェルの境目のジェルの部分を一部分ずつちょっとずつ切り込みを入れていって、ちょっと境目にギュッと力を入れてもらうとパカッと取れるので、このタイミングで取っていきます。いきなりギュッと取らないように気をつけてください。周りに残ったジェルは一度アクリルニッパーで切っていきます。一旦こんな感じです。他の指もまとめて表面削っていきます。削り方はすべて一緒です。パーツと爪の段差の境目のところのジェルはビットの角を使って削っていきます。ここのデザインはブリオンが至るところに散りばめられていて、メタル系のパーツなどは上からマシンかけることによって他のものよりも摩擦熱がね、お客様に伝わりやすいです。多分メタルパーツが熱くなってしまうんですかね。なのでメタル系のパーツが乗ってる時はいつもよりも筆圧はふわっと優しくかけていきます。一周したらさらにもう一周していきます。今こんな感じです。もう一度ちょっとねパーツ取れるか行ってみましょう。ここも無理せずに取れそうなところを取っていきます。V カットストーンはね比較的こういう時取りやすいんですけれども、こういうフラットストーンの方が取れづらいですね。
もう一度削っていきます。ここまで来てようやくフラットストーン取れてきました。かなりすでにいつもより時間かかっています。これでようやくパーツ類はほとんど取れたので、もう一度削ったらそろそろ溶かしていきます。ただどうしてもやっぱりストーンなかなか取れないなっていう時は、削り込まずに先にお不溶液で溶かしてから取っていった方が取れるの早い時もあるので、それはねちょっと塩梅を見ながらいつも決めてるんですけど、その時によりますね。結構今回は結構ね削ってからオフしていくという方を選びました。
ようやくかなり削れてきました。それではオフ用のリムーバーを使ってジェルネイルを溶かしていきます。5本ともリムーバーとアルミで巻いたら、もう片手も同じ作業をしてから戻ってきます。だいたいいつもここまで10分かからないんですけど、今回はなんとすでに片手で21分かかっています。なので動画自体もいつもより長いので、もうお分かりかと思いますが、ちょっと時間かかりましたね。それではオフしていきます。もう片手も同じデザインの色違いをしているので、やはり削っていくのにかなり時間がかかっているので、今回はとってもスムーズにオフができて気持ちいいですね。とっても溶けてます。いつも通り溶けていなかった部分は少しだけ表面を削ったら、もう一度不溶液で巻いて溶かしていきます。爪の長さはギリギリのオーダーだったので、アクリルニッパーで短くカットしてからファイルでギリギリまで削っていきます。それでは甘皮を押し上げていきます。甘皮の押し上げ方はマシーンの使い方動画があるので、詳しくはそちらをご覧ください。概要欄にリンクを貼りますね。
玉皮が押し上げ終わったらキューティクルニッパーを使って整えていきます。もうすぐようやくケアが終わります。今回のサロンワーク動画前編はここまでとなります。次回とっても可愛いネイル作るのでぜひ楽しみにしていてください。頑張って。それでは今回も最後まで見てくれた皆さんありがとうございました。チャンネル登録がまだの方がもしいましたらチャンネル登録をしてもらえたら嬉しいです。あとよかったら高評価も押してくださいね。プレプライマーまででプラス14分かかっております。いやー、こんなモリモリゴリゴリっとしたデザインがこんなにスッキリいたしました。それではまた次回も見てくださいね。